ハンドメイドきよちゃんです。今回はこちらの毛糸を使って帽子を編んでいこうと思います。こちらの糸は、京都にあるフースという、手編みのお店の糸になります。沢田糸さんで、出されている糸なんですけど、こちらの、フースさんから、ご提供いただいて、今回帽子を編むことにしました。こちらのお店は YouTube チャンネルのユールニッティングのゆかこさんが店主でプロデュースされているお店で、編むワクワクと手編み時間の温かさを分け合うをコンセプトに、実店舗としてお店を出されています。こちらのフースさんのURL を概要欄の方に貼っておきますので、ぜひご覧ください。こちらが糸の詳細になります。材質はコットン 39%、レーヨン 32%、アクリル 25%、ナイロン 4% になります。合い太の1玉 40g、糸長が約115メートルになります。標準ゲージメリヤス編みで28から29目、36から40段になります。かぎ針は4号から5号になっていて、今回4号針を使用します。手洗いができて、スチームもかけられます。はい。バーコードはこちらになります。色は、ベージュになります。ベージュといっても光沢があって、ゴールドのような、色味になっています。けど、ギラギラ しすぎず、落ち着いた色で、ブルーもあるし、グリーンもあるし、ベージュもあるし、白もあるし、いろいろ茶色、薄茶色もあるし、いろんな色が混ざっていて、本当に面白い糸だなと思います。はい、こちらが完成品になります。だいたいサイズが M サイズから L サイズの大きさになっています。はい、透かし模様が入ったバケットハット。てっぺんが平らな感じで、こういう感じにつばが。ちょっと、ここのつばが5センチぐらいあるので、深めにできていると思います。直径が16センチ、サイドの高さが、約10センチになります。ここ、プラスチックのワイヤーが入ってますので、自由に折り曲げたり、伸ばしたりできます。折りたたむこともできますし、こういう感じでね。はい。こうやってバッグの中にも入れられます。夏っぽい帽子が出来上がったと思います。では編み方をご紹介していきます。トップの中心から、輪の作り目で、6目ずつ増し目になっていく編み方になっています。詳しくはこちらの以前、作った動画を見て編んでください。20段編んでいきます。20段編んできました。そうすると直径が 15.5 センチになります。そしたら、トップからサイドの方に入ります。3段そのまま増し目せずに編んでいきます。ここから3段はそのまま、また最初の目は印をして細編みを編んでいきます。はい。
120目を3段編んできました。そしたらまた、6目増やしますので、今度は、9目編んで増し目をした後に19目おきに増し目をしていきます。ここから9目1、2、3、4、5、6、7、8、9目編んだら増し目。一つの目の中に2回細編みを編んで、この後からは19目編んで20目目に増し目をしていきます。18、4、19、19目編んできました。そしたら20目目は一つの中に2回編み入れます。で、また19目編んで20目目に増し目をしていきます。はい、1周編んできました。19目おきに増し目を編んできたところです。あと10目残ってますので、細編みを10目編んできます。3、4、5、6、7、8、9、10。はい。これで、126目になりました。そしたら、また増し目なく編んでいきます。そしたら4段編んできました。なので5、6、7、8段。8段目を編み終えました。そしたら、この最初の目に一度目を引き抜きます。このように引き抜いて目を絞ります。これで細編みの部分は一旦終わります。そしたら、透かし模様を編んでいきます。9段目になりますね。ここのサイドから9段目になります。で、立ち上がり鎖3目。これが長編み1目分になります。ここに印をしておきます。3目目の鎖のところに印をして、で、もう1目鎖を編みます。そしたら、戻る形で1、ここが最後の目、126目目になりますので、ここの最後から2目目のこちらの目に針を入れて長編みを編みます。はい。これで、一模様完成です。そしたら針に糸をかけて、ここが長編み、立ち上がってる長編みのところの目ですので、ここは編まずに3目一模様になるので、1、2、3目目に針を入れて長編みを編みます。そしたら鎖を1目入れて戻る形で1、2目目。
この立ち上がりの目の隣のこの目に針を入れて長編みを編みます。はい。これで2個目の透かし模様になります。ここが最初に編み入れた長編みのところなので、ここから1、2、3目のところに長編み、鎖を入れて戻る形で1目飛ばして、ここの前の透かし模様の隣の目に長編みを編み入れます。こういう感じに、バッテンになりますね。はい。これ以前ベストを編んだ時に紹介した模様になります。はい。一周編んできました。そしたらこのマーカーをしたところに3目目のところに、立ち上がりの鎖3目の3目目のところに糸を引き抜いて、でこれで9段目が編み終えました。そしたら、立ち上がり鎖1目編んだら、今ここ引き抜いたこの立ち上がり鎖3目の3目目のところに細編みを編みます。でマーカーをしておいて、この真ん中のところ、鎖を編んだところはもう即に針を入れて細編みを編みます。この方が楽なので、次長編みのところの目に細編み、このように前目拾っていきます。こちら後ろ側にある長編みの目に細編みを編んで、次は鎖のところ、この穴のところに即に針を入れて細編みで、前側の長編みのクロスの目に細編み、このように編んでいきます。はい、細編みで編んできました。最初の目に糸を引き抜いて、これで10段目が終わります。そしたら2段細編みを編むので、また、立ち上がって、最初の目から1目ずつ細編みを編んでいきます。約26目編んで、ください。で1周したらまた最後のところで、最初の目に糸を引き抜いて、それでまた、この透かし模様のこのクロス編みを編んでいきます。だんだん、こう斜めにこのクロス編みを編む位置が斜めになっていくんですけど、気になさらず、3段で1模様で編んでください。はい、模様編みを5回繰り返しました。3段を1模様になりますので、1、2、3、4、5、15段編んできました。このサイドの部分はトータルで23段になります。そしたら、最初の目に引き抜いて終わってるんですけど、また、細編みに入ります。今度は、つばの部分になります。ブリムと言います。そこの部分はまた立ち上がりを編まずに、ぐるーっと、細編みを編んでいきます。
鎖1目編んで、最初だけ、立ち上がりの鎖を編みます。そしたら、細編みを編んで、ここにマーカーをして、で編んでいきます。また、1段ごと6目ずつ増し目をしていきます。続きになるので、126から6目足して132目になるので、20目おきに増し目をしていきます。1、2、3、4と編んで、20目編んだら21目目で増し目していきます。で、こう一周回ってきたら、ここを、引き抜かずに、また、次の2段目にそのままトップと同じ要領で、6目ずつ段ごと6目ずつ増し目していきます。はい、ブリムつばの部分を150目編んできました。5段目に入ります。5段目からはプラスチックの芯を入れていこうと思います。このような、はい、細い芯なんですけど、浜中さんの、テクノロートを使います。品番が、これ前に買ったものなので、変わっていたら申し訳ないんですけど、はい、概要欄の方に紹介しておきます。長さが約20メートルの直径が 0.7 ミリの、テクノロートになります。これをこちらが熱収縮チューブといって、品番が605番になるんですけど、この内径が2ミリのものになります。長さ30センチの、ものが売られていますので、それをカットして、2.5 センチぐらいにカットするっていうのが、熱収縮チューブを購入すると説明書が載ってますので、そちらを見て、作ってください。このように、差し込んで、ここドライヤー当てると、チューブが、収縮して、この、ねじったところが固定されます。で、ちゃんと入るようにこの穴の大きさを調節してねじります。はい、はい、このようにチューブを、収縮させてきました。そしたら5段目は24目おきに増し目していきます。最初の目に針を入れて、この輪になっているところに針を入れて一緒に編みます。はい、24目おきですので、次の目からは、このように針の上にこの、ワイヤーを乗せて、一緒に編みくるんでいきます。3、こういう感じで、5段目以降は、テクノロートを編みくるみながら、1段ごと、6目ずつ、増し目をしながら、つばを
編んでいきます。はい、14段つばの部分を編んできました。そうすると、最後は、210目になります。ここで、14段目が終わるんですけど、その手前、4センチぐらい手前、最後なので、このプラスチックのワイヤーを、ここで終わる形になるので、ここでまた 2.5 センチぐらいのところでこのように輪を作って、ハサミでカットしておいて、この中に、2.5 センチぐらいまた、カットした収縮チューブを入れてからねじってちゃんと、入るのか確かめてからチューブを入れて、ここをまたドライヤーで収縮させます。はい、このように、チューブを収縮させて固定させました。そしたら、最後は1目ずつ拾って終わるので、そのまま、ここの先の方まで、ちょっと短くなっちゃったかな。ここの方まで、細編みで編んでいきます。最後の目に来ました。そしたら、目に針を入れて、ここの上にも針を入れたら、細編みを編んで、糸を引き出します。ちょっと糸端の始末をする分だけ引き出したらカットします。とじ針でこの最初の目に針を入れて、そして、最後の目に針を戻して、で、チェーンにするような形に、して、これで終わります。最後この輪の中、ちょっと固定するように、こんな感じで表に出てこないように後ろの方で縫い付けて、見えないようにこんな感じに隠して、でそのままこの糸端を裏地に縫い付けて、カットします。はい。最後こんな感じ。ちょっとね、どうしてもこうボコッとしますけど、立ち上がりがこう出るよりは目立たないと思うので、これで完成になります。最後、この中心とこの、つなぎ目の糸端を編み地の裏側に先ほどのように縫い付けて、糸端の始末をして、この裏側から、たっぷり、スチームを
当てたら完成になります。2玉編んでこんだけ残りました。2g ぐらい。はい。このぐらい残りました。